はじめましての方もこんばんは。最近動画の投稿が遅れて眠れない男ゆちです。最近投稿が遅れて大変申し訳ございません。最近色々ごちゃってました。だが、そんな頭が色々ごちゃごちゃしている中、両親にお前のブルーアイズ見たよって言われた時、一瞬頭の中がクリーンになりましたね。このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装、レビューなどを行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのはアクトモードタイプワップスです。ミーティアじゃないのと思った方、申し訳ございません。やつにもう少しディティールアップの時間をください。さて、話を戻して早速中身を見ていきましょう。このアクトモードのシリーズは以前作った同じシリーズのルミやミオと同じように中身の女子はできており、今回のレイも当然出来上がっているぜ。これにより武装を作るときモチベーションが上がるってわけだぜ。さて、武装を作る前にレイをしっかり見ていくぜ。レイを取り出し、ビニールをゆっくり剥がしていくとこんな感じ。ちなみにパンツは白だぜ。そして立たせるとこんな感じ。スカートや服の造形は言うまでもなくとても素晴らしいものになっている。何よりも髪の毛の毛先の細かさがとても綺麗だ。造形はとても素晴らしいのだが、やはりスカートの造形は可動が制限されてしまい、女の子座りや膝立ちポーズを取らせるのは難しくなっているぜ。だが膝や肘はしっかり曲げることができ、さらに肩の関節や手首の関節はできるだけ見えないような構造になっているため、違和感なく大きいポーズを取らせられるってわけだぜ。そしてポージングには大事なパーツ、そう、手のパーツは全部で6種類。さらに表情パーツは全部で3種類。前髪は装甲取り付け用の2種類が付属している。さらにこの素の状態ではハンドガンとランスが付属しているぜ。さすがのレビューだと言いたいところだが、甘いぞユギ。海馬、さらに付属のメカがついてくる。そのランナーがこいつらだ。海馬、そいつは分かっていたぜ。ちなみにこのランナーは全部で12枚あるぜ。ならば遊戯、組み立ててみせるのだ。ああ、行くぜ。パーツをランナーから切り離し、ゲート跡をしっかり処理しながら組み上げていくと、追加のメカはこんな感じに仕上がるぜ。8モチーフだがパッと見はウサギに見えるな。しかもワンポイントカラーとして緑が綺麗だぜ。しかも可動ギミックもしっかりしていて、4枚の羽には関節が仕込まれており可動できるぜ。さらに尻尾はボールジョイントで繋がっており柔軟に稼働させられるぜ。浮かれるのはまだ早いぞ遊戯。こいつにはあと3回の変身が残されているのだ。何 ?3 回だと？とくと見るがいい。まず1段階目の変身に両脇の武装を合体。これにより高機動モードに変身するのだ。これでさらなる8のプロポーションが増すのだ。ノーマル状態からのさらなる武装の追加、こいつはかっこいいぜ。さらに後ろについている太めの何か、こいつはダブルゼータのビームサーベルを彷彿させる装備になっている。正直言ってかっこいいぜ。でかい武器が好きなプラモデラーにはたまらない仕上がりになっているな。そうだぞ遊戯。だがこいつの変身はまだ終わらない。さらにこの頭部を一部外すことにより頭部にリボルバーを接着、攻撃表示にすることができるのだ。なんだと、まるでリボルバードラゴン。しかもこのリボルバーただのリボルバーじゃないぜ。シリンダーはしっかり回転することができ、男の子の遊び心をくすぐるぜ。そしてもう一つこいつの隠された変身、それはレイ本体と融合することだ。何？そうだ遊戯。これが本当のレイ&ワップスの真の能力。こいつは強力だぜ。前に作ったアクトモードミオと違い、パーツのポロリがほぼない。
そしてこのプロポーションのかっこよさ、とてもいいぜ。さらに稼働に干渉する部分はスカートのみときた。まさに最高のキットだな。このキットの良さが分かったようだな、ユウキ。だが、このキットのリボルバーの部分だけには合わせ目があるため、ここだけは注意が必要だ。そこに気づくとはさすがだな、カイバー。さて、俺たちなりのレビューは以上だ。今日は蜂モチーフのプラモなので、ちょっとおしゃれなキラービー風に仕上げていくぜ。それではまず下処理いくぜ。まずはパーツセパレーターによる融合解除。しかし足のパーツなどは出来上がっているため、このまま分解するのは難しいぜ。ならばまず燃え盛る大地からのお湯、ここにパーツを投入していくのだ。こうすることにより接着が弱まり、パーツが分解しやすくなるのだ。さあ分解するのだ、遊戯。ああ、任せろカイバー。分解したパーツがこんな感じだ。だが分解しやすくなったとはいえ、無理に分解したためパーツはボコボコになるぜ。ボコボコになったパーツはヤスリがけやパテで表面をきれいにしていくぜ。次に気になる合わせ目だ。合わせ目の部分にはミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させるぜ。乾燥した溶剤は細めのクラフトヤスリでざっくり削った後にスポンジヤスリで表面を整えるぜ。そうすることにより綺麗に仕上がるってわけだぜ。さすがの合わせ目処理と言いたいところだ。このプラモには肉抜き穴がある。そこをタミヤエポキシ造形パテによる増援でさらに表面をきれいにしていくのだ。それは読んでいたぜカイバー。なんだと。この後乾燥したら棒ヤスリやスポンジヤスリで表面を整えるが、問題はこの後の表面の仕上がりだぜ。このパーツよく見ると横にモールドが入っている。そのモールドに合わせてデザインナイフでサウザンドナイフ、少し溝を作り、ウェーブのタガネ 0.1mm から 0.3mm でモールドの追加攻撃、表面をきれいに仕上げていくぜ。ちなみに上の方のモールドは幅が広いため仕上げは 0.5mm のタガネを使っているぜ。やるな遊戯。ならば俺は貴様が使ったナイフで羽などにあるパーティングラインをデザインナイフでサウザンドナイフしてくれるわ。ある程度のカンナ掛けが終わったらスポンジヤスリで表面を鳴らすことを忘れずに仕上げていくぞ。これで大体の下処理は終了だぜ。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。カイバー、まずは俺のターンからだ。最初にこのガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせていくぜ。ならば俺はミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを使い、装甲パーツを灰色に染め上げる。さらに細かいパーツなどにはガイアスカイブルーで塗装していくのだ。なら俺はマイルドオレンジとコーラルオレンジを融合、装甲パーツを黄色に染め上げるぜ。さらに少しオレンジを強めにし、装甲パーツを塗り分けしていくぜ。綺麗な黄色だがしかし甘いぞ遊戯。羽にはさらに綺麗にするために根元の方にオレンジでグラデーション塗装をするぞ。それは読んでいたぜカイバー。何？俺はさらに100均で買ってきたネットを羽にかぶせ、その上からプライマリーメタリックレッドをグラデーション塗装するぜ。そしてネットを剥がしたのがこんな感じになる。この上にさらに根元の方に純色マゼンタを塗り、仕上げにプリズムパステルチェリーピンクブルーを塗るぜ。これにより綺麗な羽模様に仕上がるってわけだぜ。美しいぞ。これで装甲パーツの塗装は終了だぜ。だが俺のターンはまだ終わってない。さらに俺はフレーム部分にミスターフィニッシングサーフェイサーブラックを塗り、全体を黒く染め上げたら、後ろの排気ファンなどには
スターブライトシルバーを塗り、その上から純色シアンを塗っていくぜ。これで後ろから見た時も綺麗に見えるってわけだぜ。そう来るのなら俺はライフルの方針や弾が入る場所をパールカッパーでゴールドに塗り、そこをマスキングテープで保護したら、そこにプリズムブルーブラックを使い全体をメタリックに仕上げるぞ。カイは初めて使う塗料だがなかなか綺麗じゃないか。なら俺はさらにマスキングをして槍の先端をプライマリーメタリックレッドで塗っていくぜ。コンボ攻撃ということか。ならば遊戯よく乾燥させたらマスキングを今度は剥がしちゃいくぞ。ああ、マスキングを剥がしたら最後に少し部分塗装だ。まずはファレフォのバミリオで墨入れをしていくぜ。はみ出してしまった部分は綿棒で拭き取るぜ。さらにマークソフターを使い付属のデカールを貼っていくぜ。だが物足りない感じがするため女神デバイスのデカールを足していくぞ。そしてデカールが貼り終わったらトップコート、艶消しとクリアをハーフに混ぜて全体に塗っていくぜ。これで完成だと思っちゃいないだろうな。実は腰のアーマーもお湯で取っていた。腰のアーマーは結構テカテカしていたので艶消しを拭きたかったんだぜ。トップコートを拭き終わった腰アーマーをこのタミヤエポキシ接着剤で接着。これで本当に全ての作業は終了。では行くぜ。これがなんちゃってキラー B だ。いかがだったでしょうか。今回のアクトモードレイタイプワプスはキラー B とは言いましたが、だいぶアレンジが効いてしまったため何か違うサイバース族っぽくなってしまいましたね。そして動画の投稿が遅くなって申し訳ございません。まだちょっと何かありそうなのでスローペースが続くかもしれません。ですので何卒よろしくな。それでは今日の動画もこんな感じ。今日の動画も面白かったよ、楽しかったよって思った方はチャンネル登録、熱いコメント、熱い高評価待っているぜ。もう一人の僕、相棒。君風邪ひいたらしいね。ブルーアイズの動画で風邪には気をつけようとか言っときながら、これは言い訳の余地なしだぜ。そんな身も心もボロボロな君にこれをプレゼントしよう。それはデュエルネクサス。一箱しか買えなかったけど君ならコズミッククエーサー当てられるよね。ああ、当ててみせるぜ。それではみんなも風邪には気をつけようぜ。次回の動画でまた会おうぜ。またな。